はい、始まりました。今回はセレズニアになりますはい、セレズニアの人気はどうなんですか？まあある方ですよ。なんか意外とあるよね。意外とありますよね。意外とあると思う。強いかどうかはちょっと置いといて。で、意外となんかエンチャントファンみたいな人結構いますよねでまあ今日はこれからセレズニアの逃走者を始めようと思ってる人におすすめの逃走者4000になります。4体選んできました。今日はちょっと僕がセレズニアあんまり得意じゃないということで基本的にジロさんはね、ジロさんは基本的に白混ざりが苦手なんですよね。白ね。白が圧倒的に苦手。圧倒的に白わからないっていう。白と黒。白黒なんか最悪だと。白黒なんかもう何にもわからないです。一回もやったことないですで緑白って白入ってるじゃんと思ってなんでまあちょっと今日はティームさんに代わりにご紹介していただくという形になります。私は逆にね結構白絡みは得意なんですよね。なるほどお願いするしかないまず1体目お願いします。はい、まず1体目です。壁境宮廷のエリベア。はい、比較的最近のカードですよね。これはうちの動画でねやりましたよね。一応やりましたんで概要欄貼ってきますんで、はい、そちらもご確認ください。結構セレズニアの逃走者の中では強い。そうですよね。結構強いですよね。と言って一応過言ではないはず。確かにです。はい、簡単に能力説明します。はい、こいつはセレズニアと2マナの4マナのクリーチャーと、こいつが戦場に出るか攻撃するたびに、あなたがコントロールしていてこれでないクリーチャー1体を対象として聖者役割トークンをつけますよという効果ですね。で聖者役割トークンっていうのはコントロールしているエンチャントの数分のプラス修正かかると。ほぼキラキラする全ての。そうですね、まあそういう役割です。役割なので重ね掛けはできないです。なるほど。で一応あなたがコントロールしていてオーラがついているクリーチャー1体がプレイヤーに戦闘ダメージを与えるとカードを1枚引くという効果がついています。もう役割つくから。そうですね。そいつは殴ってドローもできちゃう。強いですね。でしかも1体あたりなんで、当然並べばファンドロー4やばいなしていけるという形になってますので、白緑では珍しくドローが結構できるってことですよね。そうですね、もちろんクリーチャー通じてっていうところにはなるので、そこは白緑らしいところかなと思いますけれども、でどんなカードがこいつには入っていくのかというところなんですけれども、当然ですね聖者役割トークンで上がるサイズ、ちょっとサポートしてあげる必要があります。なるほど。なので低コストのエンチャント低コストねちっちゃいを入れていきます。例えばどんなのが入るかというと根の迷路なんかいいんじゃないかと。最悪だ根の迷路なんだ言葉も聞きたくないですけど俺まあこれはアーチファクトと土地が自分も含めて全てタップインというカードです。最悪だで聖者役割トークンがつくんで、エンチャントが場には出ます。出ますね。ただ唱えてはないんで、エンチャントですはそんなに相性良くないんですよ。このそうなんですね。なるほど。もちろん中には入りますけれども、だから星座タイプのなるほど星座ですよね。エンチャントが出た時に誘発するっていうやつは結構相性がいいので、そいつ星座って書いてないカードを紹介するんですけど、エルフの文書管理人、こいつは1つ以上のエンチャントがあなたのコントロール下で戦場に出るためにカードを1枚引く、1ターンに1回しか誘発しませんよっていう効果がついてるんで、こういうのを有効に使っていただくという形になります。ドローと、あと戦線の拡大ですね、リベアの効果でしていって、どうやってフィニッシュするかっていう話になるんですが、これも例えばなんですけど、戦闘の神ハルバール全部ダブストついちゃうっていう。そうなんですね。こいつオーラついてるやつは全部ダブストついてる。やばい。普通に10点プラスとか、そういうレベルで聖者トークンのですよ。だってエンチャントでパンプされてる分がそもそも4とか5とかあるんで、4とか上にそこから2段攻撃ってことですよね。そうですね。やばくないさすがに打点で殺せると思います。しかも通ったら2枚ドローできるんですかね。そうですね。そうですよね。そうです。いいですよね。そんな感じですかね。それで想像してみましょう。今後こいつの未来はどうですかね。エンチャントテーマっていうところは意外と拡大されています。そうっすよね。エンチャントは結構エンチャントのシナジーのあるカードも結構追加されてますよね。そうですね、こいつはエンチャントレスではないので、直接的に強化されるわけではないんですけれども、エンチャントテーマを通して間接的に少し強化されるっていう部分があると思いますので、特に聖マナの有効な置物エンチャーとかが増えると結構変わってきます。なるほど。
そんな感じですかね。そうですね。2体目いきましょうか。はい、2体目のセルズニアの統率者、はい、はい、ご紹介させていただくのはドーンハルトの主導者カティルダちゃん、はい、です。はい、はい、能力簡単に説明します。はい、セレズニア2マナのクリーチャーですね。安いですね。はい。でプロテクション狼男っていうフレーバーついてます。おー、すごい。これは効果が誘発することを見たことが一回やって一回なかったかもしれないプロテクション指輪所持者ぐらいフレーバーです。相手がトモラだったみたいなことが最悪じゃんみたいなこと一回ありましたね。ただこいつにしかプロテクション狼男つかないしさ、こいつのスタッツ11だしも関係ないんだよねこれ。で能力の本体のところは、はい、あなたがコントロールしている全ての人間は一応マナクリになりますと、好きな色出せます、はい、というところと、一応最終的には使うことになるんで忘れちゃいけないのは6マナ起動で、はい、あなたがコントロールしている各クリーチャーの上にそれぞれプライチカウンターを1個置くっていう能力がついています。はい、でこいつにはどんなカードが例えば入っていくのかと言いますと、はいはい、こいつも圧倒的に人間、はい、フューチャリングカードなんですよね。そうですね、人間ですよね。もうほぼ人間部族デッキになります。で人間が横に並ぶカードが当然いいという形になりますので、同じエキスパンションの輝かしい戦士エーデリンなんかいいですよね。いいですよね、エーデリン、はいはい、人間出てきますんで、人間を代表するカードエーデリンちょっと出てきた人間打ち取られるかもしれませんが、一応通っていけば増えます。確かに、はい、で並べばこいつのサイズも上がります。確かに、ということでいいカードです、はい、それ以外のところで人間一気に増やせるカードってありまして、はいはい、胴まといの固執っていうカード、そんなんあるんだ。あります、はいはいはい、インスタントで3マナで奮励っていうのついてて、はい、一応対象を取るのを増やすと2マナ増える。あ、なるほど、はいはい、だから最大では3人対象にとって7マナっていう形になるんですけど、対象に取った対戦相手分の盤面にいるクリーチャーの数分の人間兵器クリーチャートークン出す。めっちゃ人間増えるじゃないですか、まあ、盤面の状態によってはめちゃくちゃ人間なるほどなるほど、はいはいはい、でめちゃくちゃ人間が出るということは、はい、ティルタの場合はめちゃくちゃマナが伸びます、なるほどね。人間どんどん増やしていって、そうですね、マナを伸ばしていくと。はい、はい、で最終的にどうやって勝っていくかっていうと、はい、カティルダの能力を無限回起動して勝つんですけれども、なるほど、はい、普通にやると6マナタップでいちいち修正されるだけで終わりとなっちゃうんですが、はい、村の鐘鳴らしっていう、はい、場に出た時に全てのクリーチャーをアンタップするっていうやつと、なるほどなるほど、定番でいうとエミエルをブリンクして、はい、エミエルで村の鐘鳴らしをブリンクして、なるほどね、まあ、チラチラすると全部起きて、その人間の数だけマナが出て、そうですね、で3マナでブリンクするとまた人間の数だけマナが出るから、はい、で、無限マナになってそこからカティルダの能力も、村の鐘鳴らしてこいつも起きるんで、あ、そうかそうか、だブリンクしちゃったら逆に障害になっちゃった起動できなくなっちゃうんでなるほど、っていう形で無限パンプして殴って勝つと、いいっすね、いうような構成にはなります。ああ、なるほど。それ以外にも単純にね、マナ伸びるんで、はい、ソデカファッティ入れて運用するっていうのも全然ありです。で、こいつを未来を想像してみましょう。こいつはですね、はい、人間ですね。人間ですね。圧倒的に人間です。人間絶対追加されますからね。人間という部族は不滅なんでね、はい、人間で横に特に並べられるカードっていうのが増えてくると、こいつの強化にはつながります。なるほど。あとは単純にマナが伸びた先の注ぎ口としてのファッティ、ファッティも絶対増えますからね。そうなんですよ。という意味では結構拡張性は高いタイプの統率者ということにはなります。いいですね。はい。じゃあ3体目、はい、いきますか。はい。いきますか。はい。3体目はですね、我々の動画でもすでにご紹介させていただいたやつその2なんですけど、結構昔にやった。だいぶ初期の方にやったやつですね。はい。小さき者の呼び手カディラという。なるほど、懐かしいクリーチャーです。バルダーズゲートだ。はい、バルダーズゲートのしかもアンコモンでございます。このくだりも言ったことある気がする。はい、一応こいつはセレズニアと1マナで3マナのクリーチャーです。はい、33トランプルです。はい、でこいつがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、はい、あなたがコントロールしているトークン1つにつき1体の白の11のウサギクリーチャートークンを生成します。なるほど。という能力です。はい、こいつの能力のポイントとしては、はい、あなたがコントロールしているトークンであるというところですね。はい、クリーチャートークンではない。なるほどなるほど。トークンなら何でも反応すると。何でもいけると、はい、いうところがちょっと他のトークン生成系クリーチャーとは違うところです。はいはい、なるほど。はい、なんでかっていうと、はい、クリーチャートークンだともう流されちゃう。流されるね。流されちゃうともうそれで試合終了ですよってなっちゃうんで。なっちゃうけど、こいつの場合はクリーチャーじゃないトークンをちょっと置いとくことによって一回流されても多少しぶ
得戦えると。サマーですからね。そうですね。安いですから、はい、というところが特徴になります。はい、じゃあどんなカードが入ってくるのか、はい、ということなんですが、これチンカード。チンカード、はい、殺しのサービスっていう。知らないんだよな。このカードはですね、戦場に出た時に対戦相手の人数に等しい数の食物トークンを生成します。なるほど。っていうような形で、はい、クリーチャーではないトークンを生成できるカード。なるほどなるほど。っていうのをまあ意識して入れるというようなデッキになります。はい。でとはいえその分クリーチャートークン並んでいくんで、並んでいったクリーチャーを有効に使えるカード、はい、かつ流されても、はい、リカバリーキックカードっていうのも重要になってくるので、はい、一番いいのは不良の運転手っていうカード。知らないんだよな、だからですね、はい、こいつは場に出た時に、はい、あなたがコントロールしてこれでないクリーチャーの数プラス1のプラス11カウンターが置かれた状態で戦場に出まして、なるほど、はい、なので例えば10体並んでたら、はい、一応11中1で出てくると。なるほどなるほど、はい、でこれでないクリーチャー1体があなたのコントロールから戦場に出ると、はい、こいつの上にカウンター置きますと。はい、なるほど。だから後から来たやつもどんどんこいつのサイズをアップしていくんですね。なるほどなるほど、はいはい。で一番重要なのは最後の効果で、はい、こいつが死亡したら、はい、その上に置かれているプラス11カウンターの数に等しい数の11の緑白市民クリーチャートークンを出しますと。トークンが出るから、そうなんです。リカバリーしやすいと。ラスされてもこいつからトークンが出てくるので、簡単にリカバリーができると。なるほど。いうカードになります。いいですね。はい。それ以外でもエンチャントならね、はい、エンチャントからトークン出るなら、はい、まあ流されてもへっちゃらじゃないですか。確かに。っていう意味でこれも入れるんですけど、大衆放棄というカードですね。はい。これはエンチャントで1区5を持ってて、はい、1体以上のクリーチャーで攻撃するたびその数に等しい緑白の11の市民クリーチャートークンを生成します。おー、なるほどなるほど。はいはいはい。10体で殴ったら10体出てきますというカードですね。はい。で一応10体以上のクリーチャーをコントロールしているなら1区下カードをプレイできます。なるほどなるほど。というカードです。はい。まあこういった感じで横に広げて単純に勝ちますというデッキになります。フィニッシュ手段は殴って勝つと。殴って勝ちます。はい。そうなんですね。はい。結構これはカジュアルめの卓のデッキなんですよね。そうですね。はい。一応それ向けには構築した形になりますので、はい、これのレベル上げようと思ったら単純にフィニッシュ手段を強力にしていただければ通用するとは思います。なるほど。はい。ここからは想像しましょう。はい、こいつの未来はどうですかね。はい。はい、こいつはテーマとしては、はい、もうトークン戦術なんですけれども、はいはいはい、一応いいところとしては、はい、クリーチャートークン以外も対象になっているというところになります。はい、なので単純にクリーチャートークンを並べるタイプの統率者と違って、はい、端的に言うとね、はい、手がかりだったりとか、そうですよね、結構増えますよね。違うトークンのテーマが拡張された時にもひっそり強くなってますというところがいいところです。トークンの種類を問わないってところがね、はい、結構いろんな、例えばさっきのあれじゃないですけど役割トークンとか、そうですね、別にあれトークンだからいけるじゃねえかとそうですね、ああいうなんか変なトークン生成されちゃったら、はい、いいですもんね。いいですね。地トークンとかもね、あれ地トークンとかでも全然色が合ってないからもちろんね入ってくること今のところないんだけれども、今後ね、はい、全然出てきますからね。そうですね。はい、はい、まあ次は統率者いきましょうか。4体目、最後になりますが、4体目はですね、アラシンの守護者ハムザ。知らないっていうというこれまたアンコモンでございます。アンコモン、なるほど。はい、はい、簡単に能力説明します。はい、こいつはセレズニアと不特定4、はい、合計6マナ。6マナでかいな。重いな、はい、と思いきやですね、はい、思いきやこの呪文を唱えるためのコストはですね、あなたがコントロールしていてプラス1プラス1カウンターが乗ってるクリーチャーの数分少なくなります。なるほど。はいはいはい。なので4体プラス11カウンターが乗ってるやつがいれば2マナです。出てくる。まあもちろんこれは統率税も含めて減っていきますので。なるほどなるほど。結構実は軽い統率者ってことになるってことですよね。そうですね。はい。でさらにあなたがクリーチャー呪文を唱えるためのコストは、はい、こいつとのコストと一緒で、こいつが前兆に出てるんであればプラス11カウンター乗ってるクリーチャーの数分だけ少なくなります。はい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 。なのでこいつは横に並べることと、はい、プラス11カウンターをそいつらに乗せるっていうところにシナジーのあるカードということになります。なるほどなるほど。はい、なのでどんなカードが例えば入っていくのかという話なんですけれども、当然あなたのコントロールしているクリーチャーの上にプラス1カウンターを置きたいということになりますよね。なので例えば吉兆の一角獣みたいな。何ですかこれは。これはクリーチャー1体がコントロールから出るたびにそのクリーチャーの上にプラス11プラス1カウンターを1個置くと、出るたびに乗ってると。まあこういうタイプのクリーチャーって結構いますよね。よくある無限眼鏡みたいなのに使
使われるようなそうですねやつですよね。そうですそうです、はい、それ結構な枚数ありますんで、まあフル投入な勢いとなるほどいう形にはなります、そのことによって全てのクリーチャーにプラス1カウンターが乗ってるような状態になっていきますんで、マナコストはめっちゃ軽く済みます、で重要なクリーチャーほどカウンター乗ってるということになりますんで、このカードが一方的なスイープになるんですけど、有罪判決っていうカードですね。これは5マナの前熟です。カウンターが乗ってるやつは死なないっていう。いいですね。このデッキ最適ですね。そうですね。はい。で最終的にどうやってフィニッシュしていくかっていう話になってくるんですが、ハムザの効果で重いクリーチャーでもですね、マナコストがっつり下げられます。なのでファッティを叩きつけていくという戦術にはなるんですが、並びますので、もう分かりやすく皇帝のビヒモスを3マナで叩きつけていただいて、3マナで打てると、フィニッシュしていただくというような形になります。でまあここからはこいつの未来を想像しましょう。大体カウンターも来ますよね。カウンター来ますね。現にめっちゃ増えてるよね。めっちゃ増えてますよね。あとファッティ、ファッティだって今めっちゃ軽く捉えられるじゃないですか。そうですよ。これは10体なのでエルドラージでもゼロコスですよ。やばいやばい、ゼロコスのエルドラージ楽しそうじゃないですか。でエルドラージ全部いけますからね。そうですね。ちゃんと唱えてるし。唱えてる、やばい、唱えてるやばいやばいみたいな形でファッティのところにね、いいカード入ってくれば当然楽しく遊べるというデッキになりますし、いいところとしては統率勢も含めて軽くなるんで、なるほどなるほど。前除去以外では戦線が赤いしないんですよ。なるほどなるほどなるほど。確かに確かに。まあそんな感じで4体紹介させていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。肝心なやつがいないぞみたいなねのはちょっとしたらあるかもしれないんですが、大体そういうやつは背景になってますんでご了承いただきまして。確かにいつも肝心なやついないですからね、俺らのこの動画。まあもしセーズン屋でおすすめの登録者ありましたらコメントしていただければ嬉しいですね。あとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。